はい、皆さんこんにちは。令和の甘え掃除こと東雲レイヤーです。今日は鳴宮仁くんに続き2人目のエロメンコラボの回ですよ。誰だそして今回来てくれてるのはこちらの方。みんなのアワビを貪りたいバッ星健人です。よろしくお願いします。今編集でチみたいなされるよ。されるな。絡まっちゃったわ。いやでもあんまり今の挨拶はちょっと良かった。良かった。俺的にはずっとやってほしい。本当に5秒前にみんなのアワビを貪りたいは5秒前に考えた。あ、そうなの。浸透させたいもんね。浸透させたいけどさ、使っていくのはなかなか難しい。まあ本当に東雲レイヤーしかマジで知らんみたいな人のために、まあ俺から言うとまあ1年くらい先輩、年齢同い年で。同い年で。だから何月デビューなの？エロメンは10月デビューかな俺。2021の。あ、20の。で俺21の9月に出てるからちょうど。ほんとちょうど丸1年ぐらいかな。いきなりエロメン、それとももともと男性向けのやってた？僕全然いきなりエロメンですね。興味ないって言ったらあれまあエロ興味あるんですけど、そのデビューするとはって人生で一回も思ったことなかったですね、自分が。そんな。どういうきっかけでエロメンになったんですか？僕友達に勧められてですね。ジャニーズみたいな。いやもう本当にでもなんかその時ちょうどコロナ禍が始まったぐらいで、僕実はもともと舞台とか舞台役者でちょっとやってたんですけど、まあ舞台もなくなっちゃって、どうしようかなと思ってなんか結構人生に絶望してたんですけど、その時にバイト先の友達に「ユーデビューしちゃいなよ」いやそれジャニーさんや。そうでこういうのあるからって言ってその URL 送られてきて、その人は全然エロメンとは関係ない人なんだよね。関係ない、全然関係ない。それ面白いのが好きみたいな。なるほどね。そうで URL 送られてきて開いたらシルクラボ。全然知らんし。そっからだったんだ。逆に知ってた？シルクラボって。いや俺はね知ってたんよね。女性向けのにも所属してたことがあったから、なんかそれのつながりでなんか女性向けのコンテンツって今何があるんだろうみたいなのでシルクラボの存在自体は知ってた。自分から篠宮君も応募した？そうだよ。大体自分から応募するスタイルなのかな。まあでもスカウトってあんまないんじゃない？そのよっぽどその普通にすでに男優さんとして活躍してますみたいな人がいた時にもしかしたらそのエロメンとしてもデビューしませんかみたいなの話が来るのかもしれないけど、聞いたことないけどね。なんかまあでも俺の場合はいろんなメーカーからデビューしませんかってスカウトされて。そうなの？すげえ。でもまあなんか中途半端にデビューしてさ、なんか売れませんでしたってなって、ただデジタルタトゥーだけが残りますっていうのが嫌だったから、まあどうせやるんだったら女性向けとして活動したいし、SOD の子会社っていうシルクラボっていうまあ大きいとこからデビューした方がいいかなって思って、それで面接受けんと。2人ともねまあ最近そのデビューしてからちょいちょい男性向けもお互いに出たりはしてるけど、入りは完全女性向けっていう感じだよね。自分が男性向け出ると思ってた？でもその時出たくないとか出たいとかってあんまなんかどっちとも思ってなくて、機会が与えられればその時に考えるかなと思ってたから、何も想像もしてなかったし、こんなに今結構その男性向けのお仕事もいただけてるからってなるのはマジで想像しなかった。一緒だね。俺逆にその男性向け絶対出ませんっていうのを言ってて、最初ね。最初本当に始めてすぎて、そのエロ業界裏垢っていう存在も知らなかったし、まさかの受かるとはと思って、で行ったから、俺絶対男性向けは怖いし出れませんって。その厳しいイメージはすごいあるよね。そうでまあやっていくにつれ、まあやっぱちょっとシルクラボだけじゃなくて他の世界も見てみたいじゃないですか。勉強したりとかしたいなと思って出るようになったのがきっかけで、まあちょくちょく今も出させてもらってるけどね。2人は何が結構今仲良さそうじゃない？喋り方とかも。何がきっかけで仲良くなったとか？いや何がきっかけ？よくない。まあギリ。いやでも最初なんだろうね。まあなんか俺こんなキャラだからさ。そうだよな。だからそのキャスとかでさ、多分一番最初になんか一番最初に2人で会ったことがあるのは多分俺がデビューしてすぐの新年会やね。で一緒に飲む機会はあったんだけど、でもその時全然喋ってなかったな、お
互い多分その日って。あ、そうね。だからまんべんなくなんか、まあ俺もさその中で一番後輩だったから、あ、ジンくんいなかった？ジンくんもいたか。だから俺とジンくんがデビューしたてで、とりあえず顔だけでも覚えてもらおうくらいの時だったから、喋るは喋るけどなんか表面上の話しかしてなくて、でなんかキャスとかで一緒に出てる時とかに「あ、同い年じゃん」みたいな話とかでこう結構絡みに行くようになったりして、現場一緒になったら喋るよねみたいなくらいの、あれだったのが多分贅沢な選択。あ、そうよね。あそこからじゃない多分。やっぱ複数プレイって同じ性別側の結束力を。いや分かる。いやめちゃくちゃ分かる。何それ贅沢な選択って大月響ちゃんとの3P の作品があるんで、もし見てない方がいたらぜひ見ていただきたいんですけれども、そこで共演してる。で、まあ、この2人と大月響ちゃんがいてっていうので作品撮りますってなって、その時に初めてねそのエロの現場では一緒になったんだけど、それでこう、まあ、バーッと喋ってたり、なんかやっぱ普段の現場って撮影舞台の人は男の人たちが多いけど、AD さんとか監督とかは女性の方だったりするので、あんまりこうワイワイできる同性っていなくて、直接的に撮影の中でコミュニケーションを取る人は女性がほとんどなので、これやっぱ年が近い男の人がいるとちょっと安心するし嬉しい、楽しいで、そこからなんか自分がやってるツイキャスとかにもなんか急に現れたりとかしてわあ急に遊びに来てくれたぞみたいになって、で今普通に2人で遊びに行ったりもするような中、普通にご飯食べに行こうってなったら全然行くしね、なんか普通に誘ってますね。でさっき仲良くなったきっかけがね3P の作品だったって話だったけど、そこで多分あれだよね、お互いのプレイスタイルを初めて生で見るみたいな現場でもあったと思う。でもそうめちゃくちゃナルシストの、まあ役柄もそうやけどそうね、でもちゃんとハマってるからかっこいいなと思ってずっと見てた。なんだろう、オラオラ系だったよね割と。そうね、キャラ的にはね、俺の方振り向けよ。そうなんかでもお前は俺の方が好きだもんなみたいなキャラでしたね。それはじゃあいつもの下ネでやそうだからまあほぼ素なのかなとも思ってたし、だからどっちがメインキャスト？レイ君？いや、どっちも2人です。もう完全にでもシルクラボって 3P って今までそんなに出してなくて、結構前に1回出て、なんかまた久しぶりのそう久しぶりの 3P でみたいな、なんかどんな化学反応が起きるのかみたいなので、まあこうだからそれこそ贅沢な選択って女の子側が、まあ、見てる人がねそのお月響ちゃんの立場になってもらって贅沢な選択をしてねみたいなイメージの作品だったので、俺は昔から好きだったんだよみたいな立ち位置と、いやここ両思いだったみたいな設定だったっけ。その響ちゃんが、実は東雲くんのこと昔好きやってるけど、もうなんか俺が一方通行で、響ちゃんもちょっと一方通行でみたいな、で俺余裕ぶってるそう感じだった。僕はワンコ系みたいなね。そうね。でも他の現場でもたまに一緒になって、僕エキストラとか行かしてもらうんですけど、すごいね、乾杯の仕方何回も言ってんねんけどずっといじってるこの本当にバーで女の子と乾杯したりするじゃないですか、普通だと「お乾杯」とかぐらいじゃないですか。乾杯って言うんですよ。と思ってボケやんみたいな。今のはモノマネ。これはまあ確かに、まあ、リアルにやったとしても乾杯この感じだよね。普通おかしくないですかそんな。いやもっとねすごかったよ本当ね。顔と目線と、落とす時の乾杯って、こんな感じ。ケンティーバージョンもう一回欲しい。乾杯これ似てる？いやどうなんだろうね。俺も客観視してないから作品が出てたらね、みんなそれで確認してもらえたらいいよね。で自分の作品の時とかに乾杯のシーンがあったら絶対それをやってるんです本当にやってます。パクられた俺の人笑い起きるから。人笑い起きるみんなそれモノマネだって分かってんね。分かってる浸透してるから東雲式乾杯が。そうレイヤ君のその絡む時のテクニックというか、その辺はどうですか？でも割とさ、やっぱ台本があるとその役になりきって絡みにも入っていくから、なんか結構しっかりしてるなって思うのが、絡み中のセリフとかって、まあ、こういうセリフがあったら嬉しいみたいなのはある程度決まってるけど、まあ、基本的にもう 80%、90% くらいはアドリブでこう自分たちで作っていかなきゃいけないんで、そのアドリブを出すための
作品には出てこない細かい設定とかっていうのがめっちゃしっかり決められてて、関係値とか、ね、なんか今までこんな思い出があったみたいなのとかってすっごいしっかり決められてるから、設定をガンと頭に入れといて行為中にその設定からワードを引き出していくみたいなことが多いから、どっちかっていうとその時で言うとど忘れしちゃったけど、なんかめちゃくちゃすげえ激しくいくんかなと思ったら、そこはやっぱり令和の甘え掃除ですよね、優しいオラオラみたいな、そう優しい本当優しいオラオラ、あーすげえと思って、なんかやっぱこっちから見ててもなんかかっこいいなと思って、はい、もう体見て、そう体見てちょっと勃起するんですよだから初めてね俺の裸を生で見てるから、汗きれいやなと思って、ここに女優さんがまたがってる状態で僕が下にいます、レイヤ君がここにいます、見えるじゃないですか。綺麗やなと思って最初邪魔やなと思ったんですけど、なんかこれはこれでありやなみたいな俺はちょっと邪魔してやろうみたいな気持ちでね絶対視界にこうやって入るからね。レイヤ君ってなんだキャッチフレーズが令和の甘え掃除、甘え掃除ですね、なんかそれってこうプレイとかでもね共通してるテイストでしょ、甘えすっていうのは、逆にケンティはそういうのあるキャッチフレーズというか、さっきね自己変なこと言ってましたけど今一緒でも僕はちゃんと設定さっき言ってくれた通り、入れるんですけど、なんだかんだやっぱプレイ共同作業って言ったらいいかな、これ、共同作業、プレイはいいよ共同作業は、なんだかんだちょっと自分の素を出さないといろいろ難しかったりするじゃないですか、だから結構ね気遣いやし、その素がってこと？素が気遣いやから、なんか自分であんまり責めるとかちょっと苦手で、じゃあその謙虚さが現れてるね、腰に。でボディートークとかってさ、もう星賢人として出る、そうねってなると、結構その割と謙虚だったり気遣いな面が出がちな。出る、ずっと敬語使ってたりする。そうなんだ。服あげていいですかとか、そういう感じで言っちゃうから、だから一個一個こうなんか同意を得てから進めていきたいみたいな。そうでもなんか見た目と意外とギャップというか、すごい見た目はチャラチャラしてるって言われるんですけど、さっき初めて会った僕ラブしかないんですよ。ラブしかない。心にラブしかなくて、そうなんです。情熱的な。情熱的、ラブがないと共同作業はできないんですよ。向いてないよ。向いてないよね本当向いてないなって自分で思うけど、まあそこはやっぱ慣れっていうものがね、人間慣れるっていう。じゃあ慣れで抱いてるってことですか？俺は本当に女優さんのことみんな愛している状態でちゃんとプレイをしてるんですけど、彼は慣れで。いやじゃあ全カットしてもらって、ちょっと時を戻そうちゃんと愛してますよ、その役の時に、役の中で愛してる。じゃあ慣れではない。慣れではないよ。慣れとか慣れでやっちゃダメよ。あれもしかしてカットする前提で喋ってる？ごめん、カットしないよ。こういうとこ大体使われるから。でも本当にそうだなって自分で思う場面がやっぱりそのね、あるレイの時は本当に苦手です。やっぱラブがないじゃないですか、一方通行やから。でね、相手の女優さんも嫌だ嫌だって言ってるから、苦手だ、本当に嫌なのかなって。いやでも確かにそれはちょっとある。だからちゃんと一回ハグしてキスしないと結構スイッチがね、スイッチが入んないんですよね。慣れてきたからできるようになったって言ってたけど、見てないです。いや今フォローしてあげる。慣れてきたって何に慣れてきたかっていうとさ、愛がなくても抱くことに慣れたんじゃなくて、役に入り込んでなんか愛してるんだなって思い込むのに慣れてこない。そう役者としてそう上達したってことなんですよ。そうだから、多分このもう1段階2段階くらい慣れてくると、多分その大好きマンになりきるのも慣れてくる可能性はあると思う。そうだから俺もそれに慣れてきたなと思う。じゃあファンだ。違うよ全部 P やんでも役になりきって、今俺とこの人は両思いとか、今この子を落とさなきゃいけない立ち位置とかっていうのに入り込むのに慣れてきた気がする。じゃあ役者としてもちょっとお互い上達してきた。そうね。ケンティ今後そのエロメンとして、男優としてなんかどうなっていきたいとか。なんか楽しい人生、今までずっと楽しいことやってきたんで、エロやってる身としてはどうなのって思うかもしれないですけど、やっぱエンタメ好きなんで、
ずっと役者としてもやってたし、演技ずっとしてたいなと思うから、ずっとシルクには出続けたい、オファーがある限り。ドラマメインだから。そうやって作品とかで演技をし続ける人間って、こうプライベートでのエチチチチはどうなんですか？僕だからラブしかないので全然しないですね、プライベートで。彼女がいた時に彼女としかやらないですし、いない時も全くしないですね。プレイスタイルもあんま演技なく普通にできるってこと？だからシルクの設定を引きずっちゃってこうなんか普段より甘々になっちゃうとかはない？ないですね。もうおどおどしてます。超おどおどしてんのはそれはそれで不安だろう。甘々、普通のセックスになる。めちゃくちゃ早漏になるね。逆に俺目標とか聞いたことない。聞かせてもらっていい？目標、俺せっかくなんだろうな、女性向けの立場になって、もともとで言うと、さっきも言ったけど保健体育の教員免許持ってます、女性用で働いてました。でもまず日本で女性の性に対しての、クローズドな環境ってずっと続いてますよね、みたいな。で女性向けに入ったけど1対1でのカウンセリングみたいなことはできるけど、じゃあ世の中全体としてそういうそのクローズな環境をオープンにしてあげるみたいなことにはなかなか貢献できないなと思って、せっかく女性向けの男優としてここまでみんなに認知していただいてるからには、なんか今までその1対1でしかできなかったみたいなところから抜け出せたなって立場的には思ってるので、もっともっと俺が声を大にしてなんか女の子だってもっとエッチが好きって言っていいよねとか、女性に対しての性的なサービスとかももっともっと充実してもいいんじゃないかなって思ってるので、それの先駆けになれるといいなっていうのが目標としてはかっこいいな。ありますね。それやわ。俺も完全に今乗っかりに来たよ。でもさ、でも確かにそこは思う。確かにね。そうですよ。せっかく女性向けやらせてもらってるんやからね。なんか男優って人に言えない職業だよねっていうイメージも払拭していきたいし、なんか俺らが仕事をすることによって誰かを救ってるんだったら、それは俺らも表向きにどんどん発信していきたいし、で俺らが言うことによって他の人たちも男優を推してますみたいなのを別に人に言っても恥ずかしくないよねみたいなのとかができたら自分も嬉しくない？でもそうね。でそしたら自分のこと好きって言ってくれる人も増えたらさ、嬉しいじゃんっていう、結局は自分がいかに楽しく生きるかみたいなのは根底にあるけど、そのために自分ができることってなんだろうみたいなので、そうなっていきたいなって思って活動させていただいております。僕もそうなんですよ。じゃあ今日から同じ目標同じ志を持った仲間としてやっていくんじゃないかなと思います。はい、じゃあそんな感じでね、まだまだ喋り足りないこともあるんですけど、何回でも遊びに来てくれると思う。いやもうほんまにいろんなノーギャラでも大丈夫です。この動画実は前編でトークパートとして皆さんに見ていただいてるんですけど、後編はせっかくケンティが遊びに来て YouTube に遊びに来てくれるっていうことで、せいって言ったら相づちでせいって言ったら普段ねツイキャスで鉄板焼きのね、鉄板焼きの配信とかをやってるんで、料理得意なのかなと思って、皆さんご存知の通り東雲レイヤーもね普段から料理が得意なので、聞いたことありません。俺も知らないよ。料理をね一緒に作っていきたいと思ってて、なんかりょうさんに考えてくださいって言ったんですけど、そりゃね、考えてくださってるっていうか、ただただ料理を作って食べるだけじゃ面白くないですよと。せっかく料理人が2人いらっしゃるので、対決企画やりますか。お、いいじゃないですか。近いな危ないよ。で対決っていうからにはご褒美をねちゃんとご用意しております。ご褒美？勝った側にじゃあビトンの負けた側にご褒美。負けた側ビトンのって言うな。負けた側にご褒美があるんですか？もちろん。なんでちょっと今回料理のお題を出します。そのお題に沿った料理を作っていただいて審査します。私がでもグルな可能性とかって大丈夫？俺が普段どんだけレアコミして全然グルじゃないし、なんなら俺になんかさせた方が面白いかなって思ってこっちとグルの可能性逆にねちょっと恐れてる。なんでちょっと自分のために料理を作ってもらって審査させてもらって、負けた方にご褒美を差し上げますと。はい、わかりました。そんな企画を後編でやっていきたいなと思いますので、まずは
買い出しに行きましょう。はい、よし、じゃあ行きますか。皆さん後編もお見逃しなく。